こんにちは、大輔です。ビジネス渡航や限定的な観光入国をじわじわと再開するアジア圏、そしてハワイやモルディブなどのリゾート地ですね。その反面で欧州各国は大規模なロックダウンに再突入しました。相変わらず目まぐるしい動きを見せる世界はどこへ向かっているんでしょうか。本動画はそういった渡航緩和に関する最新動向を知りたい方向けに毎月2回発信しているものです。主要な30カ国以上、世界の渡航ハードルを短時間で理解できる入国制限シリーズ、今回で第11回目となりました。ラインナップはこちらです。1、アジア圏順調に進む渡航緩和。2、欧州の都市封鎖、渡航影響あるの？ 3、米国大統領選後の動きは？ 4、観光再開に向けた世界の潮流ということで参ります。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新状況をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、アジア圏順調に進む渡航緩和ですけども、まずは日本政府が各国と交渉を進めるレジデンストラック、ビジネストラックですね。まず長期出張者向けであるレジデンストラックは、これらの国で相互に開始されていると外務省発表があります。タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、そして10月に開始済みのブルネイ、韓国ということで、ここからね、大きな動きは今のところありません。次に短期出張者向けのビジネストラックですけども、すでに開始済みのシンガポールと韓国に続きまして、11月1日からベトナムが開始となっています。あとはオーストラリア、中国、香港、マカオ、ニュージーランド、モンゴルなどを含めまして、レジデンストラック、ビジネストラックともに各国の政府が了承すればすぐにでも相互往来が開始されていくものと思われます。外国から日本へのビジネス渡航については、全世界から受け入れるというですね、日本政府の方針になりますんで、あとはね、それの逆方向として日本人のビジネス渡航者を受け入れていくことについての合意を各国政府と取り付ける流れがね、想定されるというわけですよね。周辺国のそれぞれでも緩和の動きが見えますので、状況をアップデートしていきます。10月頭の申し込みが計1615名いたと言われているタイの特別観光ビザですね。これは日本も対象ということで、日本にあるですね、タイ王国大使館のサイトでも公式にアナウンスされてるんですね。最新のニュースでは興味深いものもありましたので、皆さんに報告しておきます。特別観光ビザの対象者に11月1日からスマートバンドなるものを配るということでね、これの着用義務付けがね、あるみたいなんですよ。観光客の行動追跡であったりだとか、体温、心拍数などね、健康状態の管理を行うためのもののようですね。タイはコロナをうまく抑え込んだ国の代表格ですので、観光再開の動きはあれど、かなり慎重派だということが伺えますよね。そしてアジアの中でも観光再開リーダーシップ的な動きを見せているシンガポールはどうでしょう？ここ半月で動きはありましたでしょうか？見ていきましょう。シンガポールに入国する際の PCR テストで陰性が確認できた旅行者は、観光客を含めて隔離免除がなされる措置が開始されているんですね。すでにニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、オーストラリアを対象に始まっているこの仕組みですけども、11月の6日から中国からの渡航者がこちらに適用されるということなんですね。そしてシンガポール政府が進めるもう一つの対策が相互グリーンレーンと呼ばれているものなんです。日本でいうところのビジネストラックですね。シンガポール政府は日本、中国、韓国、マレーシア、ブルネイとですね、こちらの相互グリーンレーンを結びつつ、短期出張者向けに条件付きで隔離免除を行う措置としてビジネス再開を加速させているという形なんです。こういった動きがですね、シンガポールのもう一つの顔だったわけなんですが、ここ最近インドネシアと
ドイツもですね、こちらの相互グリーンレーンを開始されるような動きがあります。インドネシアといえばですよ、東南アジアの中でも陽性者がね、フィリピンに次いで多い地域とされているわけですし、ドイツに関しては陽性者が増えて深刻さが増す欧州の国の一つということですので、このね、欧州の地域からの渡航許可を出している、アジア圏の国というと、今回のシンガポールが初めてということになるのかもしれません。ビジネス再開に乗り出すシンガポールの動きというのは注目をしていきたいといったところなんですよね。日本、対応国、シンガポールと続きまして、韓国についてもこちらの動画でお伝えをさせてもらいました。韓国政府は香港、中国、台湾、ベトナム、シンガポールとのトラベルバブルを協議中ということになるので、こちらの動きにも今後注目をしていきたいと、そんな流れになっております。そしてこの表を見ますと、明らかにね、ここにボーダーラインがあることに気がつくはずでして、僕もね、ここから目を背けたいところなんですが、ここは現実と向き合わねばなりません。アジア、オセアニア圏の中で、フィリピン、インドネシア、インドについてはトラベルバブルがほとんど進んでないという事実なんですよね。この3つの国では特にウイルスの封じ込めに失敗したと言われてしまうことが多い印象でして、周辺国からはリスクが高いとね、見られてしまう。そんな様子が見て取れます。そんな中ですね、インドについてはビジネス目的でのビザ発給が再開されているようなんですね。インドの日々の新規陽性者のグラフ見てみましょう。9月中旬でピークアウトしているように見えますよね。こういった背景でインド政府によるビジネス渡航者の受け入れが開始され始めたということなんですが、なかなかね、インドからの渡航者の受け入れを進められそうな国は、今のところ特にアジア圏には見当たらないような状況なんですよね。フィリピン、インドネシア、インド、このあたりについては、経済を他の国とね、同じように回復しづらい状況だとも思うわけでして、治安悪化の懸念なども含めて、今後ね、注意深くウォッチをしていきたいといったところですよね。明暗が分かれる中で、じわじわと着実に進みつつあるアジア圏という見方ができたところで、陽性者が増え続けて深刻さが増すエリア、欧州について現状把握進んでいきましょう。丸2、欧州の都市封鎖、渡航影響はあるのかというお話です。7月を起点として渡航緩和が進んでいる欧州でしたけども、9月、10月とね、新規陽性者の数が右肩上がりで危険水域に達しているということが各メディアで報じられていますよね。一部で渡航制限がかかるような動きもありますので、特に各国政府の動き一つ一つね、注意をしながら見ていかねばならないエリアになってしまった欧州ということで、細かく見ていきましょう。すべての国を挙げると大変なので、ここでは人口1000万人以上の国を対象に皆さんに報告をしていきます。7月から9月にかけて日本を含む渡航緩和がなされている国、こちらです。イギリス、スペイン、ルーマニア、オランダ、チェコ、ギリシャ、スウェーデン、ポーランド、ポルトガル、イタリア、ウクライナ、ベルギー、これらの国については引き続き渡航はできる状態のようなんですよね。デイリーの新規陽性者のグラフ出してみましょう。こんな感じです。ほぼ全ての国で実効再生産数が明らかに1を超えて右肩上がりであることが明白ですよね。ほとんどの国で1ヶ月近くロックダウンをするような動きとなってますので要注意です。具体例を挙げていきましょう。イギリス。こちらはね、11月5日から1ヶ月間ロックダウンだということです。スペインに至っては当初は10月25日から2週間と言われていた緊急事態宣言でしたけども、なんと来年の5月9日までこれを継続するという政府発表があったようです。ただでさえね、失業者が目立つスペインですので、この措置でどうなっちゃうんでしょう。治安悪化に特に気をつけなければいけないのかもしれません。イタリアについては日本から渡航をした場合に入国後の隔離必須ということで、このルールは今のところ継続されているわけなんですよね。もともと EU 圏内からの出入りは自由になっていたという経緯がありますんでね、イタリアについては。皮肉にも陽性率が高い欧州エリアとの行き来は自由。そしてね、日本のような低リスクな国からの渡航者のチェックが厳しいというね、あべこべな状態が見て取れます。ここに出している国のほとんどで渡航制限まではかからないものの、都市封鎖ということで営業自粛が行われている国がほとんどなんですけどね、両極端に特殊な国もありましたので紹介をしていきます。一つはスウェーデンです。この国はロックダウンせずということを貫くようですね。今後の他の国々との影響の出方の違いには要注目です。そしてもう一つ、フランス。
こちらがね、我々渡航者にとっては入国規制に関わる情報が出てますので要注意です。フランスのマクロン大統領が最近語った、少なくともね、10月の30日から12月1日まで全土で外出を制限するといった発表のフレーズの中にね、これがあったんですよ。欧州外との国境は閉鎖するというものですね。まだ正式に日本の外務省のウェブサイトにも出ていない情報なので、断言はね、これできないんですけど、欧州外というね、言葉の通りに受け取りますと、日本からの渡航についても近々禁止されるという可能性がある点、要注意です。こんな感じで日本から欧州各国への渡航はフランスを除いておおむね現状維持のようには見えます。しかしながらですね、渡航をしたとしてもレストランですとかバーですとか娯楽施設、こちらはね閉じられている可能性が高いというわけでして、観光客が増えていくってことはね、今のところまだないように思いますよね。国内線フライトですとか欧州内での移動、これはねしづらくなっているということが想定されますので、いずれにせよ注意が必要なのは明白なエリアですよね、欧州は。では次参りましょう。3、米国大統領選後の動きはどうなのかという話ですね。トランプ対バイデンということで、本動画をね、撮影している段階ではまだどちらが勝つかは不明なんですけど、渡航制限の動きについて、どちらが良い悪いということはなかなか明暗がつけづらいです。まず第一に、アメリカから日本へ渡航できるかどうかについてね、これはあくまでも日本政府が決めることですので、アメリカ大統領選が誰になるかで左右される話では、今のところはね、なさそうというふうに見ています。大統領選よりも日々の陽性者の増え方が落ち着いていくのかどうか、ここがね、大切だと思うわけでして、こちらに新規感染者のグラフを出してみましょう。第3の波がぐんぐん右肩上がりになってしまっている状況ですよね。こんな中でトランプさんも自らコロナにかかってしまったということですから、収束をどのように迎えるのか見守るより他ありませんよね。そして日本からアメリカへの渡航に関しては禁止はされていませんし、入国後の貿易ルールについて罰則規定を設けているのは州政府だということになりますので、大統領選の結果で今すぐにどうのこうのというのはね、渡航制限に関してはあんまないんじゃないかと。僕個人としてはそう思うわけです。ではね、その州ごとのルールどうなっているんでしょうか。外務省のサイトに記載があります。確認していきましょう。14日間隔離が義務になっていて、違反者は罰金もしくは禁錮があり得る地域といえば、アラスカ州、グアム、ニューヨーク州でした。サイパンがある北マリアナ諸島については、事前の陰性証明などへの同意で隔離免除がなされるようなルールがあるようです。そしてここ最近で動きがあったのはハワイ州ですよね。14日間隔離義務が条件付きで撤廃される方針です。このルールは11月6日からスタートされるようなんですよね。で、こちらの動画でハワイ州政府が認める PCR 検査の条件ですとか医療機関の場所、そして費用について徹底解説をしております。海外渡航用の PCR 検査というのは自費になりますので、医療機関の価格の差が大きくてですね、場所によっては倍近く違ったりもしますので、最安値がどこなのかについても詳しくこちらの動画で解説をさせていただきました。ぜひご覧になってください。その他の州については外務省のサイトには記載がなかったので、おそらくですね、アメリカ入国後14日間はできる限り自宅で隔離してくださいねという要請がアメリカ疾病予防管理センター CDC から呼びかけられているという扱いではないかと思われます。実際に渡航される方、州からのね、この発表内容の最新情報を常に確認するなどですね、十分に注意をされてください。日本の外務省の情報はですね、本国の発表から若干のタイムラグがあったりしますので、この点も考慮に入れて確認をしていきましょう。それでは最後の話題参ります。4、観光再開に向けた世界の潮流ということで、現在起こっている世界各国の状況について共通点をまとめていきたいと思います。皆さん、この表をじっくりと眺めていて、あることに気づきませんでしょうか。日本を含めて観光目的での入国を許可し続けているエリアというのは、そうなんですよ。欧州、米国、あとはアフリカですとか中東の一部、ロシアやインドも緩和を加速させていくような流れです。そしてアジア圏は開いていないということですね。これは人の流れは陽性者が少ない国から多い国へは流れるが、
その逆方向は阻止されているという見方ができるわけです。イギリスですとかスペインをはじめとする欧州各国、すなわち陽性者が多くなってしまった国々というのは、都市封鎖は実施するけども、渡航制限を積極的にかけていくということはしておりません。これはですね、密度が低い国からの人の往来を止めることが、各国の感染拡大防止にあまり関係がないからと言えるのかもしれませんよね。これは密度が低い国からの人の往来を止めることが自国の感染拡大防止にあまり関係がないからと言えるのかもしれません。これがいいとかね、悪いとかっていう話をしてるんではなくてですね、世界はこのように動いているように見える、そんな側面があるということを皆さんと一緒に理解ができればと思うわけです。その反面ですね、低リスク国同士の場合はビジネス渡航から慎重に人の往来再開を始めているという見方ができるんじゃないでしょうか。この先にですね、特別観光ビザですとか、低リスク国のみに絞る形での観光客の受け入れ再開がなされていくっていう動きがあり得るのかもしれません。この動画でもですね、先ほど太陽国が特別観光ビザを開始したりですとか、シンガポールが特定国からの隔離を伴わない観光入国を再開したということをお伝えをさせてもらっていましたけども、今後アジア圏の各国が恐る恐る観光再開を段階的にでも始めるやり方としては、これら太陽国のモデル、シンガポールのモデルに倣う可能性があるわけです。時系列で並べてみると、観光目的を含む入国についてはこんな緩和ステップが検討されているものと推測されます。隔離を伴う長期滞在ビザの発給、低リスク国に限定した短期滞在ビザの発給、入国後14日間隔離の短縮もしくは撤廃、渡航前の PCR 検査が低価格化、1万円未満とかになるといいですかね。そして渡航前の PCR 検査が撤廃、最後に観光産業は元通りに近い状態へということで、最近ですね、フェイクニュースといいますか、ちょっと語弊を伴うような話題を耳にすることがあります。例えば、韓国が来年末まで入国緩和を行わないだとかね、フィリピンの観光再開は来年後半になるとかですよね。こういったニュースを耳にしますと、当事者の方ですと奈落の底に落とされるような、希望をそがれてしまうような思いをする方がいらっしゃるのかもしれません。僕もそんな人間の一人なわけでして、でもね、そこでただ落ち込むんではなくて、それらのニュースリソースが誰がどういったポジションで発言したものなのかっていうのを冷静に見極めていきたいものなんですよね。観光目的の受け入れを進めていくための第一ステップがどこで起きているのかっていう話と、観光産業が元通りになる時期っていうのは、こちらの流れを見ていただいてももう相当な開きが出てくる可能性を僕は感じるわけなんですね。ということで、今年も残すところあと2ヶ月になりました。すでに来年頭の渡航緩和を期待して計画を立て始めている方もいらっしゃるものと思います。僕も諦めずに、特にフィリピンの動きを中心に世界をウォッチしていきたいなと思っております。本日は以上です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。Say hi first. Say hi. How is it? How is it? Ah, by the way, it's like a good view, Dayton. Like the sunset. The sunset.